Hello， 大家好，我係 Benjamin。こんにちは、ももこです。今日咧，我哋嚟到一個咧地方咧比較特別啲嘅，就係呢個福井縣嘅清江市。一般香港人咧應該比較少去呢個地方嘅。點解會嚟到呢度呢？就係清江市咧出名咧就係呢一個嘅月前七器。咁啊，一般咧最常見嘅月前七器咧就係我哋成日用嗰啲嘅麵豉湯啊、嗰啲碗啊咁樣樣。今日咧我哋就介紹一種新嘅嘢俾大家嘅。咁我哋事不宜遲啦，行きましょう。はい。今次我哋會介紹一種由叫做月前七器嘅傳統手工藝品衍生出嚟嘅新派餐具。月前七器一般都係用木做㗎，由打磨成一隻碗嘅形狀，到上塗層、上色等等，去到完成品嘅階段，至少都有10幾20個嘅工序㗎。現時喺日本嘅國內，大約80%嘅七器都係喺月前呢個地方度生產㗎。日本人はその漆器っていうのはなんとなく高級なもので特別な食器っていうイメージがあるんですけど、外国人の方向けにそもそも漆器っていうのはどういうものになりますか？漆を使い出したのが縄文時代っていう記録がありまして、そこから木にその漆を塗って普段使いの道具として使われるようになったんですけれども、私たちが一般的に言う漆器っていうと毎日のお味噌汁を飲んだりするっていうのが漆器。この越前漆器っていうのはどれぐらいの歴史があるんでしょうか？はい、越前漆器に関しましては1500年前からっていう文献がございます。この土地で作られるようになった背景とかあるんですか？もともとこれが産地になるきっかけっていうのが、第26代の慶太天皇っていう方がいらっしゃるんですけども、その方がこの土地に視察においでになりまして、川のほとりを歩いてらっしゃったんですけども、その時にお召し物の冠を落とされたらしいんですね。そして壊れてしまったらしいんですよ。直してほしいっておっしゃって、この片山にある漆器の職人さんのところにお持ちいただいたらしいんですね。それを職人さんが直して献上したところ、すごく出来栄えが良かったんで、それに感動されて、でこの地を漆器の里にするといいよと言われまして、いろいろとそこで援助とかもいただいたらしいです。これはため色っていうんですけど、こういうのも一般的な色です。こちらはちょっとマットな感じで艶消しって言いまして、漆の艶もツルツルのからこういうマットなものまでいろいろあります。塗った後に研いで表面をなだらかにして、最後の上塗りっていうもので、黒とか赤とか最後のところで色の調整をします。そうなんですね。至於點樣利用月前七器呢一種傳統嘅技術，去設計出外觀完全唔同嘅新產品，我哋聽下負責設計同製造嘅曾明晴內小姐點樣講。この九太郎ブルーっていうのは従来のこういった黒とか赤の漆器とは全く色合いですとか見た目から全く違うと思うんですけど、例えば青を選ばれた理由ですとか、これを作ろうと思ったきっかけとかありますか？自分自身が青い木製の食器を探した時に見つからなかったんですね。青色使うのはダメとされてるというか、食欲減退って言われていたり、でも使ってみたらそんなに悪くじゃないんじゃないかなっていうその発想がまずあって、でもやっぱり探してみると作ってる人が実際いなくって、じゃあ自分で作ってみたら意外といいじゃんって受け入れてもらえるんじゃないかなっていうことからちょっと発想したんですけど。じゃあこの食器の一番の魅力って何だと思われますか？個人的に一番こだわったというか、思いがちょっと詰まってる部分が、これが見えるっていう点でして、私たち漆器を普段から扱ってますと、こういう一般的というか普通に思ってたんですけど、ある時お客さんが「これってジックなの?」とか「木製なの?」っていうふうに見ても分かんないっていうふうにおっしゃって。そうだなってちょっと納得したもので、木の見た目ですとか手触りみたいなものまで楽しんでもらえないかなっていう思いがあったんですね。なので木の食器と陶器の食器、何か機能的な部分で違いはありますか？まずは木製の食器は割れにくいっていう点ですね。あとは、軽
軽い断熱性があります。こういうカップですとか熱いお湯を入れてこう持っても手が熱くなりにくいっていうのに、特徴があります。つながりというかその技術はこちらにも使われているというようなものですか。曾明晴內小姐就話：以前喺一個叫做河和田嘅地區，業務用嘅漆器非常之盛行。當時大量生產用嘅塗層顏料同埋技術，亦都沿用翻喺 Kyutaro Blue 呢一個新產品之上。木の食器って扱い方が私もいまいちちょっと分かってなくて、油物とかだとシミができちゃうのかなとか、何かお手入れの方法はどのようにしたらいいですか？つけ置きとかそういうものを避けていただければ簡単にいつもの食器と同じで中性洗剤などで普通にゴシゴシ洗っていただいて大丈夫です。油物とかは大丈夫ですか？炒めたい野菜とか乗せても大丈夫なんですか？全然大丈夫です。あ、そうなんですね。九太郎ブルーっていう名前のブランドなんですけど、九太郎っていう名前はどこから来たんですか？当店の創業者が宗明九太郎って言って私の曽祖父にあたるんですけど、この九太郎さんの名前をいただいて九太郎ブルーとなりました。なんかいろいろ可愛いですね。そう、このお皿の中には木の色そのままのものと後ろがねブルーになってて縁がちょっと青で見えるものだったり、全体が青色になってるものと、でも青も2種類あるの。これがコバルトブルーでこっちが水色系かな。水色。そう、その木目が一つ一つ違うからこれでもすごく迷う。コップもいいの。コップもめっちゃ可愛い。陶器よりもやっぱりあったかみがあるからほっこりするね。私はこれとこれとあとマグカップを買います。我哋啱啱咧就睇完呢一個嘅 Kyutaro Blue 嘅成品係點樣樣咧，咁而家咧我哋咧調翻轉去翻佢哋嘅工場嗰度咧睇睇佢個製作過程係點樣樣嘅，由一個木嘅譬如話杯咁樣啦，點樣樣去油嗰個藍色上去咧，我哋而家咧就埋去睇下個製作過程，同埋落手試一試嘅。行きましょう。はい、行こう。何個ぐらい？はい。これ今日240ほど。すごい。均一に塗るっていうのちょっと難しくないですか？ムラになるこの色がね赤とか黒っていうならムラがわからんねえけど、ちょっと透明でしょこれ。こういうとこと薄いとことこの生地の色でも色が変わってくるんで、そこが一番難しいかね。そうなんですね。ここからここに乗せる時も結構こうやってバランスが頭大きいで。これ本当にここしか触っちゃダメなんですよね。そうですよ。怖い怖い。怖いでしょ。ちょっとバランス崩すとコトンっていくんで。之後師傅就教我哋點樣利用噴漆槍去為啲杯上色啦。緊張する。いきます。難しいこれ。バカ。もう最後これが一番。よし。いや難しい。ちょっと陶器みたいでいいんでないのこれ。焼き物なんかこんなんなる。いうふうに言ってもらってありがとうございます。どうしよう。だんだん悪くなる。すいません。いや。多分楽しませてくれると思う。ついちゃったよ。でも私よりは綺麗。才能あり、才能なし、どっちですか？才能あり、逆です。才能あり。本当ですか？見方としてはこっちが才能。そうなんですか。さすが芸大。こういう青のシリーズでこれが一番苦手なの。これだけは何遍やっても緊張する。形がそうですよね。ちょっと。好啦，啱啱我哋試完咧噴漆嗰部分啦，咁啊之後嘅工序咧，其實仲有好多嘅，咁啊下一個咧就係呢一個叫千片，
千肩都要技術ですね。係。咁而家咧，我哋就入去咧睇下千肩沉金咧係點樣做嘅。すみません、失礼します。今この作業は何をされていらっしゃるんですか？真金って言って、はい漆で塗ったのを彫って絵をつける。漆は接着剤なんで、ちょっと彫ったとこに拭き取っても彫ったとこに多少漆が残ってる。そこに金粉をざっとすり込んで入れて、で余分なの拭き取ると彫ったところが金になる。乾いた塗り物に絵をつけるんです。これをこれから漆を引いて、で金を入れるとしばらくは触られないんですけど、今は何ともないんですよ。今彫っただけですから。こういう感じで絵型があるんです。カプチでこうやってグッと押すと下に絵がつくんです。でもそこから彫るの結構大変。この沈金の作業はすごくささっと仕上げないといけないものですか？コロコロ彫ってるの長い時間かけてる。細かいですね、本当に。だいたい一人前になられるにはどれぐらい時間がかかるものなんですか？この子で今5年半です。こういう感じで絵になるようになってるんですね。こういう感じで金を入れればね仕上がるわけです。綺麗ですね。工程になってます。ここから絵型をして、こうやって荒彫りをして筋を入れて、彫りをまた漆を引くんですね。なるほど。拭き終わって金箔を貼って、これで完成っていうやつですね。こういう作業って一回失敗してこう元に戻すことってできたりするんですか？ですよね。一本一本がものすごく繊細で、この一本引き間違えても多分ね、ここ穴が大きいとか小さいとかムラができますもんね。唔同嘅圖案同線條，仲需要用到唔同粗幼大小嘅雕刻工具㗎，而且控制線條粗幼嘅技巧亦都相當講究。貴重なものを見せていただいてありがとうございます。なんかいろいろ聞いてしまって。はじめまして、こんにちは。失礼します。好啦，嚟到今日呢嘅採訪咧嘅最後一站咧，就係叫做 Maki 嘅。咁今日咧，我哋咧就要採訪後邊嗰位師傅。よろしくお願いします。はい、お願いします。あれは平らなところを掘ったくぼみに漆を入れて粉をつけたのが沈金。薪は平らなところに漆で描いて、ついた漆に金粉をつけるのが薪。例えばこれなら漆で描いたところへいろんな金粉銀粉を巻いていく。でそれが乾けば仕上がり、一般商品。これが次の段階になりますと、これを磨く。本当だ、ツヤツヤ光沢がすごいありますね。金のところでもちょっとこう模様が入ってたりするのはす一個ごい。一個手で描くんです。銀を混ぜたりベースに銀を混ぜたり。それでこの見え方が少しずつ。そうですね。へえ、綺麗。その上になると今度盛り上げる。これよく見てみたらちょっと木のところだったりとか、この石灯籠のところとかにポコッとしてるの、すごい立体感があるね。そう、立体感あるね。絵柄もご自分で。自分でおー写真見て描くしかない。途中の段階なんでこんな感じとか。こんな感じ。こんな感じのこういうですか？感じ。ざっくりしてますね。そうそうそう。これ1グラム、2グラム、3グラム。大体これで今値上がりして5万ぐらい。なかなか失敗はできないですね。これで金粉落とす。そう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 。でこれに番号があるようにこう粗さの。粗さが違うもので。へえ。これ銀。お、白いんですね。こう落とすでしょ。すごい。これをこう寄せていくと。おお。綺麗。こうやって落とすんです。わでこういう風にして。あ、綺麗。これが原因。あ、透明なんですね。一応透明でちょっとミルク色っぽいこういう色。ああ、なるほど。これだんだんほっとくとすぐにこう真っ黒けになってしまう。でこれも触ればぐちゃぐちゃでしょ。ただこれは本物じゃないんで本当はまだまだ早すぎるんですけど、
どこに書いてもらったわかりました。わ、難しい。想像結構ガタガタっとなっちゃう。巻き筆っていうのは上から下しか書けなくなってる。なるほど、上から下。そう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 。見てこれ、最初お手本がこちら、全然線とかブレてないのでめっちゃ綺麗な線なんですけど、私書いたのこちら、なんかもうガッタガタ。いや難しい。でこれも縦の線はこう書いたんでしょ。はい。で今度この線書くときにはこっち向けてこう書いて、なるほど。こっちをこう動かすとこういうふうに綺麗な線。どうしても指で圧を考えなくちゃ。指で挟んで、はい、上から下ずーっと難しいですね。それは難しいです。いや、私がフォトショップで引くベジェ曲線より綺麗です。そうですね。畫唔同嘅圖案需要唔同粗幼嘅畫筆，師傅話同寫書法用嘅毛筆係完全唔同㗎。之後師傅就叫摩摩試畫櫻花圖案落隻碗度啦。能年玲奈さん、のんさん、同じようにここに来られて絵付けをされたみたいなんですけど、そうやって書くの様になってて、本当だ、職人ってなもんやねんって言って。すごい。今私ここで書かれてたみたいで同じ場所に座ってます。摩摩好心機咁完成埋件作品，靚到直頭可以拎去賣添。すごいよ。です。嗯。之後佢仲喺師傅嘅指導之下畫多隻兔仔圖案嘅碗。好啦，咁今日嘅行程咧先嚟到呢一度啦。咁今日咧就睇咗好多唔同手工藝啦，係點樣樣啦。真係唔睇過咧，唔知咧，原來背後咧係花咁多時間、花咁多嘅功夫、花咁多個精神去整一件咁靚嘅藝術品嘅。感想は？感想すごく良かった。ね普段出来上がったものだけ見てるとちょっと高いなとか、それしか思わないね。それしか思わなかったけど、でもその実際に作ってる人の顔を見たり、作ってる様子を見たりすることで、そのものがどれぐらい価値があるかっていうこととか、そのものの良さをより感じることができたと思います。私たちも買いました。買ったお皿とか使うのがすごく楽しみです。はい、さっきの九太郎ブルーのそう、九太郎ブルーのお皿2枚とマグカップ1個。好啦，咁大家記得咧支持下福井縣清江市嘅呢啲手工藝啦。有機會嚟到嘅話咧，記得買翻啲翻屋企。好啦，咁今日呢條片嚟到呢度先啦。中意嘅邊記得俾個 like 我哋啦，未訂嘅記得訂閱翻。我哋下條片再見，下次再見，拜拜。記得訂閱我哋，同埋記得撳鐘仔，第一時間睇新片啦。